ボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、ナンバーアイ熱海オフィシャルライブパフォーマンス MV、 こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのボーカルルーム。いや、今回本当はですね、ナンバーアイの YourZone、 こちらの歌声分析動画を撮影しようと思って YouTube を開いたんですけど、ちょうど今回歌声分析をした熱海のですね、動画が公開されて、本当ナンバーアイの公式 YouTube チャンネルを開いたらですね、45秒前に動画公開みたいなタイミングだったんで、思わずそのまま熱海の方ですね、先に撮影しております。今ね、ちょっと日本語がおかしかったかもしれないんですけど。で、こちらのですね、熱海なんですけど、先日ナンバーアイが YouTube でライブ配信をした際にパフォーマンス動画を公開したものらしいですね。僕ね、ちょっとね、タイミングが悪くてね、見れなかったので、今回熱海がですね、公開されて非常にテンションが上がってしまいました。そして今回もですね、ナンバーアイの歌声分析をしたわけですけれども、今までで一番一人一人の個性にフォーカスを向けた楽曲なのかなっていうふうに思いました。多分ここまで3人同時に歌ってるポイントが少ない楽曲はなかったんじゃないかなっていうふうに思うぐらい、一人一人のソロのパートがですね、ものすごく多くて、個人的にはナンバーアイの魅力をですね、一番体感できる楽曲、それが熱海なんじゃないかなというふうに思いました。そして今回もですね、素晴らしい歌声を披露していました。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。鶴さんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして最近 YouTube で新しい機能がですね、実装されました。ハイプという機能です。こちら1週間で1人3回までハイプという機能を使えまして、そして動画ごとにですね、ハイプポイントというものが加算されていきます。で、そのハイプポイントがですね、高い動画順に実はハイプランキングというものがありまして、そちらにね、ランクインすることができて、僕の今回のナンバーアイの熱海の動画がですね、もしランキングにランクインすることができたら、今までに伝えれなかった方々にですね、ナンバーアイの歌声の魅力をね、届けることができると思いますので、ぜひ皆さんハイプの方もよろしくお願いします。そして心優しい方はですね、ぜひこちらの動画にハイプを3回していただけるとランキングにですね、ランクインするかもしれないので、ぜひよろしくお願いします。それでは早速ナンバーアイ熱海歌声分析 GO!イエー、かっこいいね。イントロはね、ドラムとトランペットの音のみのイントロだったと思うんですけど、ここから想像するにどんな音楽ジャンルなのか、ファンクかな、ジャズかなっていう感じなんですけど、そこにどういう風に岸さんが歌っていくのか聞いていきますよ。今回の岸さんの歌声はいつもの個性あふれる声をチョイスしていないですよね。すごく耳に優しい温かみのある声というか、話し声に近いような感じの音色の歌声かと思います。この声はどうやって出しているかというと、口の中の空間を響かせた声を使っています。歌の専門用語で口腔共鳴って言うんですけど、言葉一つ一つの輪郭をはっきりさせたり、
あとは口の大きさによっては声量のコントロールができたりするところなんですけど、この声の響きを使ってますね。ラップっていうことで、やっぱり言葉一つ一つをはっきりと聞かせるっていうところに意識を向けた歌声なんじゃないかなっていうふうに思います。それプラスですね、うっすらなんですけど、鼻の中の空間の響きを使った音色も声に混ぜていますね。これを鼻腔共鳴って言います。もう一回聞いてみましょう。先ほど口の口腔共鳴メインって言ったんですけど、口と鼻同じぐらいの割合で声質作りをしてましたね。岸さんの声の優しい雰囲気は鼻で作られているんだと思います。次いきますよ。全体的にさらっと歌ってる感じで聞こえるんですけど、歌詞の一言一言がものすごくはっきり聞こえますよね。ここが素晴らしいですよね。ここまでスピード感のあるフレーズだとやっぱりね、歌詞がぼやけたりしてもおかしくないんですけど、さすが岸さん、ものすごく言葉が聞き取りやすい。もう一回聞いてみましょう。いいですね。全体的に子音をですね、強く発音してるんですよね。子音っていうのは、作業だったら S、他行だったら T っていう風にローマ字表記にした時に最初に来るアルファベットですね。どんな音かというと、S だったら S、T だったら T みたいな。これを子音って言います。ここをはっきりと発音することによって言葉がですね、ものすごくくっきりとはっきり聞こえてくるんですよね。やっぱりこの辺のテクニックも岸さんはね、素晴らしいですよね。次いきますよ。神宮寺さん、今回髪型可愛いですね。髪色もちょっと明るくなったかな。で、全体的にパーマがかかっているようなね、すごくおしゃれ可愛い感じの髪型かなっていうふうに思います。で、相変わらず声が甘いですよね。この甘さをどうやって作っているかというと、鼻の中の鼻腔共鳴。こちらをですね、メインで使った歌声なんですね。鼻の響きを増やせば増やすほど、声っていうのはどんどん艶っぽくなってくるっていうか、色気が出てくるんですよ。その辺の使い方、神宮寺さん最高にうまいですね。もう一回聞いてみましょう。いいね。で、全体的に音を切るテクニック、スタッカート。これも使ってますね。音を切ることによって、フレーズ全体にですね、躍動感が生まれてくるんですよ。そして、岸さんと同じようにですね、子音のアタックも強く発音してますね。めちゃくちゃかっこいい。次いきますよ。やっぱね、平野さんのこの低音ボイスかっこいいですよね。で、平野さんはどうやってこのかっこいい低音の声を出してるかというと、肺の中の空間、胸腔共鳴、こちらの音色をですね、メインで使った歌声です。肺の中の空間の響きを使うとどういう風な声になるか。声質がですね、太くなったり、声の音の厚さ、この辺をうまくコントロールすることができるんですよ。平野さんはね、この辺の使い方がめちゃくちゃうまい。もう一回聞いてみましょう。かっこいい声ですね。で、平野さんもですね、全体的にスタッカート、子音を強く発音しています。やっぱりね、ラップってなると、こういった子音の発音だったり、音の切り方、この辺で、どんどんかっこいい雰囲気が作れるので、ナンバーアイの3人、めちゃくちゃこの辺意識して歌ってると思います。次いきますよ。で、今の神宮寺さんのパートなんですけど、メロディーになってもラップの時のノリを崩さないために、ここでも子音とですね、スタッカートを使って歌ってるんですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。タッタタタタタみたいな感じのニュアンス出てますよね。音をね、めちゃくちゃ切って歌ってるんですね。で、歌を歌う時に音をうまく切るためにはどうすればいいのかっていうと、言葉と言葉の間にですね、ちっちゃい「つ」を入れます。やったーとか、きっととか、
このちっちゃいつです。ちっちゃいつを入れることによって、今言ったやったーときっと歯切れのいいニュアンスで聞こえますよね。こういった感じでですね、歌を歌うと全体的に躍動感がどんどん出てくるので、ぜひね、皆さんカラオケとか行った時に試してみてください。次いきますよ。いいね。今の平野さんのラップなんですけど、高い音を使ったり低い音を使ったりっていう風に音域の高低差を利用した雰囲気チェンジっていう感じのテクニック使ってましたよね。めちゃくちゃかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ほらほら。低い音から高い音に行って、また低い音に行って、しばらく低い音を維持して最後グイッと上げるような。いや、この表現めちゃくちゃかっこいいですね。どんどん盛り上がってきている感じしますよね。いやー、素晴らしい。次いきますよ。で、今の神宮寺さんの声なんですけど、先ほどまでの甘い雰囲気をですね、ここでは使っていないですよね。声の音色的にどういう風に変化したかというと、先ほどまでメインで使っていた鼻の鼻腔共鳴の響きをですね、ここでは使っていないんですよね。じゃあどういう音色を使っているかというと、口の中の口腔共鳴なんですね。言葉がね、めちゃくちゃはっきり聞こえてると思います。もう一回聞いてみましょう。いいね。口腔共鳴の響きをメインで使った音色をチョイスしたことによって、ものすごくね、歌声がストレートに伝わってくる雰囲気ありますよね。いや、ここまでで2つの歌声をコントロールする神宮寺さん、素晴らしいですね。次いきますよ。一瞬平野さんが歌った後に岸さんにパートチェンジなんですね、ここは。で、今平野さんが使った声なんですけど、僕の中では平野さんの一番魅力的な声なんじゃないかなって思ってる歌声です。これどうやって出してるかっていうと、低い音域をですね、胸の胸腔共鳴の響きと鼻の鼻腔共鳴の響き、この2つの音色を混ぜて歌ってるんですよね。この歌声はですね、低くてたくましくて男らしくてかっこいい歌声なんだけど、鼻の響きを使うことによってすごくクリアに聞こえるんですよね。で、低音域の声の特徴としては、一般的に言葉がですね、もわっとしちゃいがちなんですよね。音がこもるっていうか。なので多くの楽曲っていうのは中音域から高音域ぐらいを歌のメロディーで使うことが多いんですけど、中音域高音域の方が言葉がね聞き取りやすいからっていう理由なんですけど、でもあえて平野さんはですね、かっこいい低音域の響きをですね、聞き取りやすい音色に仕上げるっていう道を進んでるんですよ。めちゃくちゃクールですよね。そしてその後の岸さんの歌声はですね、鼻の鼻腔共鳴中心です。もうほとんど鼻しか使ってないんじゃないかなっていう音色なんですけど、この声の使い方をするとですね、ものすごく歌声に個性が溢れてきます。もう一回聞いてみましょう。ね、平野さんの声ものすごい低い声なのにすごく言葉が聞き取りやすいですよね。いや、この声の出し方素晴らしすぎますよ。そして岸さんの声、僕の中で岸さんの今聞いた歌声がスタンダードな音色なのかなっていうふうに思っています。ものすごくね、僕が大好きな声なんですよね。次いきますよ。で、ここの平野さんのパートもものすごい低いですよね。ララララみたいな。僕が出すとこのぐらいなんですけど、すごい低いですよ。で、普通に出すと、ララララみたいな感じで、すごくもわっとした雰囲気出ちゃうんですよね。ここに鼻の音色を足すと、ララララ。声がはっきりしてきますよね。このテクニック使ってるんですよ。もう一回聞いてみましょう。裸足で飛んじゃってみたいな。今鼻を使った声なんですけど、鼻を使わないと裸足で飛んじゃってこういう感じになります。ものすごいもわっとしますよね。
ちょっと意識を変えるだけで全く違った声になるので、すごく面白いですよね。そして平野さんのこの声の出し方、実は非常に難しいです。それをね、自由自在に使ってるところがね、素晴らしいですよね。次いきますよ。うわー、かっこいい。今のね、音楽業界だとやっぱりハイトーンボーカルっていうのが流行りだと思うんですけど、あえてそことは真逆の低音域を攻めるっていうこのスタイルがね、めちゃくちゃ男らしくてかっこいいですよね。我が道を行くっていうか、もう一回聞いてみましょう。ほら、かっこいいですよ。この低音域を攻めるっていう発想がそもそも素晴らしいですよね。普通の人だったらね、この発想に行き着かないというか、本当に斬新で素晴らしいですね。次いきますよ。こっから3人で歌うんだ。なるほどな。で、バックのサウンド、これはね、音楽ジャンル的にジャズですね。ものすごく大人な雰囲気、そしておしゃれな雰囲気に、3人の歌声の個性がですね、いい感じで混ざり合ってますよね。どんな楽曲でも最大の魅力を発揮するナンバーアイ。毎回素晴らしいですね。次いきますよ。かっこいい。このジャッジャっていうところに岸さんのラップがバンバンっていう風にこうねハマってる箇所がめちゃくちゃかっこいいですよね。こういう箇所をですね、音楽用語で決めって言います。バンド全体の見せ場みたいなポイントですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。僕は楽曲の中で決めのポイントがものすごい大好きなので、やっぱねテンション上がりますね。で、岸さんのリズム感も素晴らしいですよね。子音の一発目の音とバンドのその決めのアタックの一発目の音がですね、こうドンピシャに重なってるんですよ。だからこそ出るこのかっこいいノリ。音楽用語でグルーブって言うんですけど、ものすごいグルーヴ感を感じますね。次いきますよ。かっこいい。ラップの音程は変わらないけど、バックのサウンドのですね、雰囲気が変わることによって、歌声の雰囲気も全く違うものに聞こえますよね。これ音楽の専門用語で代理コードって言うんですよね。ものすごくごめんなさい。難しい話なんですけど、メロディーの音がですね、同じでもバックのサウンドの雰囲気を変えることのできる伴奏っていうものがあるんですよ。例えばメロディーは同じでも、1の伴奏で4の伴奏。これ変えても聴いてる側からすると変な感じがしないみたいなね、そういう伴奏があるんですけど、もう一回聴いてみましょう。ほらほら。バックの伴奏の音は変わってますよね。だから雰囲気がね、こうガラッと変わったような感じになってるんですけど、岸さんのラップで使ってる音っていうのはほとんど変化してないんですよね。これが先ほど言った代理コードを使った楽曲の雰囲気の変化です。次いきますよ。これもまたあれかな、神宮寺さんの歌でも先ほど言った代理コードの変化がやってくんのかな。ですごくアタックの強い声をチョイスしてますよね。神宮寺さんめちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。T の発音がものすごく強いのかな、神宮寺さんは。あっつぁとかこういう感じの発音してますよね。日本語なんだけど英語みたいな子音の強さを使って歌っているポイントかなっていうふうに思います。次いきますよ。いいね。やっぱり神宮寺さんのラップを歌ってる時のストレートに伝わってくるね、この声質たまらないですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。分かっていないのこのないのところがね、すごく僕お気に入りです。次いきますよ。
今回はこの声を平野さんは多用してますね。いや、低い声すごいな。僕はね、平野さんみたいにあんなに低い音をライブで使えるほどコントロールはできないんですよ。だからなおさら平野さんのね、今の低音すごいなっていうふうに思って、しかもパフォーマンスしながら声がブレないっていうところもすごいですよね。恐ろしいほどの基礎力が備わってる証拠ですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。かっこいい。いや、僕もこのかっこいい声出してみたいですね。密かにね、練習してみようと思います。次いきますよ。すごいね。で、うっすらなんですけど、ちょっとね、ビリビリした感じのニュアンスも入ってますよね。ラーラーラーって感じじゃなくて、なんか、ラー、ラーラーラーうまくできない僕は。なんかこうかっこいいビリビリ感ありますよね、平野さんの低音。多分ね、うっすらここにある仮声帯のこの、この音を混ぜて低音出してるんじゃないかなって思うんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。ほらほらほら。よく聞くとなんかビリビリしてる感じがあるんですよね。で、このビリビリした感じの声の代表的なテクニックとしてはシャウトボイスっていうテクニックがあるんですけど、先ほど言ったここにある仮声帯っていうところのこのビリビリって音を出しながら歌うテクニックなんですよ。ものすごくね、僕はね、難しいテクニックだと思うんですけど、それをね、低音で平野さん使っているんだと思います。超かっこいい声ですよね。次いきますよ。いいね。やっぱね、こう3人で一緒に歌ってるところがね、ものすごいね、僕個人的にはエモいなっていう風に思って、今回の熱海は3人で一緒に歌うポイントって今のところここだけですよね。いつものナンバーアイの楽曲と比べると3人で一緒に歌ってるポイント少ないと思うんですよ。一人一人の個性を前面に出した楽曲っていうかね。だからこそね、この3人で歌ってるポイントがものすごくね、嬉しいですね。次いきますよ。はい。このラップとは全く違う歌声、平野さん素晴らしいですよね。メロディーを歌う時にはメロディー用の歌声、ラップの時にはラップ用の歌声っていう風に二面性のある声、これがね、ものすごくかっこいいなっていう風に思います。どういう声を使ってるかっていうと、胸腔共鳴と鼻腔共鳴、この2つを同時に使ってるっていうのは変わりはないんですけど、声の音色の比重が大幅に変わります。ラップの時は胸が中心だったのに対してメロディーを歌ってる時は鼻が中心になってるんですよね。全体的に少しだけ鼻声の音色を歌声に混ぜているというか、もう一回聞いてみましょう。あの日の後悔みたいな、僕が平野さんっぽい感じの声の出し方をするとこういう感じになるんですけど、だいぶね、鼻に声入れて今歌ってみました。みたいな声だけで聞くと鼻声の音色が混ざってるっていうのを感じやすいと思うんですけど、こういう感じで平野さん歌っていると思います。次いきますよ。いいね。イエーイイエーイ、もうここもね、かっこいいですよね。フェイクみたいな感じがね、とても素敵です。僕ね、フェイク大好きなんですよ。フェイクって言ったら R&B とかね、ジャズとかでよく使われるテクニックなんですけど、アドリブでこう、イエーイとか、とか、こういう風なフレーズを歌うことをフェイクって言うんですけど、いやー最高ですね。次いきますよ。どんどん岸さんの歌声がね、本領発揮してきたような感じがしますね。曲の後半になればなるほど、鼻の鼻腔共鳴の音色を強調しているような感じがします。どんどん個性的な歌声に変化してきているというか、もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、みたいな。僕はね、ごめんなさい、あまりこう上手くないですけど、すごくかっこいいですよね。
本当にいろんな声をコントロールしてる岸さんの歌声が素晴らしすぎます。次いきますよ。今のところとか特に鼻声のニュアンス感じやすかったんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、タタタタタみたいな感じの音色でしたよね。今歌ってみたんですけど、この音域で鼻メインで声を出すってすごく難しいです。やっぱ岸さんの歌のテクニック半端ないですね。次いきますよ。あ、いいね。ダガ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 みたいな感じで音がこうね、下っていく雰囲気がすごくかっこいいですよね。これクロマチック音階って言って、クロマチックって半音階って言うんですけど、すごくね音が取りづらいフレーズなんですよ。ジャズとかではよく使われるフレーズなんですけど、すごくおしゃれでかっこいいですよね。で、神宮寺さんが歌うことによってどことなくこう可愛らしさが表現されてるというか、もう一回聞いてみましょう。ほら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 、かっこかわいいフレーズですよね。いやー、先のフレーズもね気になってきますね。こうなると。いきますよ。なるほどね。後輩になるにつれてどんどん声のパワー感がこう増幅していくような感じですね。で、ここの声のパワーをプラスしたポイント、どういう声を使ってるかというと、胸の響きを使ってるんですよね。最初に胸腔共鳴の説明をした時に、声の太さだったり声の音の厚さ、この辺をコントロールするっていう風な説明の仕方をしたと思うんですけど、声の音の厚さっていうのは声のパワーっていうことです。胸の響きをコントロールすることによって歌声にパワーを乗せることができるんですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。もう一つ一つの音のかっこよさをとことんまで追求してますよね。素晴らしい。次いきますよ。あ、ここね。いいね。こう神宮寺さんがね、こう徐々にこうぐーっと盛り上げていって、さらに盛り上がった感じが来るのかなと思ったら、あえてのこうトーンダウンというか、ゆったり聴ける雰囲気が待ってるっていうね。この曲のね、進み方もものすごくおしゃれですよね。今回の熱海は、かっこよさの中にもものすごく大人っぽいおしゃれな雰囲気もあるっていう、今までのナンバーアイの楽曲とはまた一味違ったかっこいい雰囲気を表現してくれてるのかなっていうふうに思います。次いきますよ。で、やっぱりね、このバンドいいですよね。こういうバンドスタイルでの MV は稲妻のスーパーバンドバージョン以来かな。ちょうど1年ぐらい前ですよね。稲妻のバンドバージョンの映像を YouTube で公開したのは。そういう意味もあんのかな。1年経ってまたバンドに振り返るみたいなね。これね、僕の勝手な想像ですけど、もしかしたらね、そういう意図もあるのかもしれないですね。次いきますよ。そう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 。ここのね、バウンドしてる感じたまんないですね。いや、本当に今回の熱海は3人で同時に歌ってるポイントが少ないですね。ナンバーアイが今まで公開した楽曲の中で、多分トップレベルで一緒に歌ってるポイント少ないんじゃないかなっていうふうに思います。次いきますよ。もうエンディングかな。今びっくりしてとか言っちゃった。もうアウトロかなと思ったらまだまだありましたね。聞いていきましょう。なるほどね。かっこいいね。タンタンタンつってね。うわー、最後の最後で決めで終わるんですね。めちゃくちゃかっこいい。そして今気づいたんですけど、ナンバーアイ3人の衣装がめちゃくちゃ可愛いですね。すごくカジュアルというか、大人なジャズの雰囲気の中に子供っぽさがあるみたいなね、そんな感じの衣装かなっていうふうに思います。いや、かっこよかったんで、もう一回聞いてみましょう。
ダッダッダンで終わるかと思ったら、ダッ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 ダみたいな、多かったですね。ごめんなさい、語彙力がなくて。いやー、最後の最後まですごいかっこよかったですね。あと6秒あるんで見ていきますね。いやー、素晴らしいね。あ、車で終わるわけだ。いやー、最高でしたね。以上、ナンバーアイ熱海歌声分析はここで終了です。いやー、素晴らしすぎましたね。なんか今までのナンバーアイの楽曲とはまたね、一味も二味も違った雰囲気の楽曲、それが熱海なのではないでしょうか。ヒップホップとジャズの融合みたいなね、すごく大人っぽいかっこよさもあれば、ふわっとね、優しく聴けるポイントもありましたし、そして一人一人の個性にフォーカスを向けた楽曲でもあるのかなっていうふうに思いました。曲の前半から後半に向かうにつれてどんどんと溢れるぐらいの個性を表現する岸さんの歌声だったり、ラップのゴリゴリした歌声とメロディーを歌う時の甘くて優しいかっこいい歌声を表現した平野さん、そしてラップではストレートでかっこいい歌声を表現してメロディーを歌う時には甘くて優しい歌声を表現する神宮寺さんの歌声、ものすごく一人一人の個性を感じやすい楽曲なのかなというふうにも思いました。全てにおいてナンバーアイの魅力を堪能できる楽曲、それが熱海なのではないでしょうか。今回も本当に素晴らしかったですね。これからもナンバーアイ全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。